スサウンド多めのささやき雑談を撮っていくよ。よかったら最後までリラックスして聞いてってね。皆さん、最近どこかにお出かけしたりしましたか？私は先日、実は USJ に行っていました。嵐のね、ライブがあった関係で一周関西の方に帰省していたんですけど、そのタイミングで大学時代のバイトの友達と都合があったので USJ に行ってきました。USJ って基本ね、そういう人が多いテーマパークとか私は得意じゃないんですけど、まあたまに行くぐらいならいいかなと思ったのと、あとね、平日に実はお仕事をね一日休んで行ってました。だからそんなにめっちゃ混んでるわけではなかったし、むしろ比較的空いてた方なんじゃないかなと思います。これね、テーマパーク行く時の問題だと思うんですけど、今回ね、私はそのことどういうね乗り物が乗れるかを事前にね見てたんですけど、2人とも絶叫が苦手で、だからまったりしたね乗り物に乗ろうっていう話になったんですけど、これ友達複数人とかで行ってみんな絶叫行けて1人だけ苦手とかだったらめっちゃ気まずくないですか？そうだからね、今回はその子も絶叫が苦手だったから本当に良かったです。だからね、基本まったりした乗り物にたくさん乗ったかな。乗ったもので言うと、スヌーピーのジェットコースター、結構小さい子とかが親子連れでよく乗ってるコースターがあるんですけど、一番最初にそれに乗りました。本当にね、朝一番に行ったら全然もう10分15分待ちぐらいで乗れました。ジェットコースター自体ね、苦手な方ではあるんですけど、スヌーピーのやつは結構本当に小さい子
生ぶりぐらいで、本当に何年も乗ってなくて、いざ乗るとなんかね、めっちゃ怖かったです。なんか結構ね、すごく大きい音とかがするんです。そのコースター、衝撃音みたいな。もうその音も怖かったし、久々にジェットコースターに乗ったからか普通に怖いってなったんですけど、でもその怖さ以上に、楽しさが勝ったので、最初の乗り物はスヌーピーにして大正解だなって、そのこと話してました。みんな USJ に行ったら何の乗り物に一番最初に乗るのかな。フライングダイナソーとか、バックドロップとかね、いろいろあると思うんですけど、そのあたりはもう今後乗ることがあるのかなっていうレベルで、昔大学生、言って数年前なんですけどの時に乗って、もう心臓がなんか止まったような生きた心地がしなくて、それ以来乗ってないです。だから、最初そのスヌーピーのコースターに乗ってすごく楽しかったです。可愛いしね、癒される空間でした。あとは本当にゆったりした乗り物だから、次ね、ミニオンのはちゃめちゃアイス、これはなんかコーヒーカップの自動で回るもっと激しいバージョンみたいな感じ。これはね、楽しかったです。ジェットコースターではなくて、なんか車みたいなものに乗って、それがコーヒーカップみたいに自動で回って制御されて、わーってなる乗り物なんですけど、結構ね、勢いがあってぐるぐる回ったり、本当に他の人たちが乗ってるカートと本当にスレスレでぶつかりそうになるぐらいの距離で止まったりとか、結構楽しかったです。なんか目が回りやすい人とかは結構ぐるぐるしてるから、もしかしたらしんどいかもしれないんですけど、私はそのあたりは大丈夫なので、しっかり楽しんできました。あとは、そうそう、マリオの方に行ってきました。マリオは平日ではあったんですけど、入場整理券がないと入れなかったので、券を取って行ってきました。
ッシーもピーチもキノピオもみんなね出てきていて、写真撮影とかをしていました。私はピーチ姫が大好きなので、小さいに見れて本当に可愛くて感激してました。そう、でね、乗り物だ。マリオいろいろあるんですね。マリオカートとかドンキーコングのジェットコースターとか、ヨッシーのねコースターもあったりするんですけど、私が今回乗ったのはまずヨッシーのコースターです。これはもう全然めっちゃゆっくり、もうなんか一応カートみたいなのに乗るけど本当にゆっくり進んでいくコースターで、マリオの世界をなんか本当に満喫できるような、そんなコースターでした。全く怖いとかじゃなくて、小さい子とかお年寄りの方もたくさんいらっしゃって、幅広い年代の方が乗ってました。あともう一つね、マリオカートだ。マリオカートに乗りました。でもこれ、そう、マリオカートね、楽しかったです。マリオカートに関してはどれくらいかな、2時間1時間半から2時間ぐらい並んだんですけど、満足度がめちゃめちゃ高かったです。結構勢いのあるアトラクションだったんですけど、本当に一応ね、そのカートでハンドルとかがついてて、自分でこうね操作してアイテムとかも拾って出せるようになってて楽しかったです。お昼ご飯とかは本当はね、そのマリオのワールド内にあるキノピオカフェっていうご飯屋さん、いろんな甘いものからしっかりご飯まであるカフェがあるんですけど、そこに行きたかったんですけど、もう全然整理券も取れずちょっと断念して、お昼ご飯はマリオの世界から出てジョーズとかの近くのレストランで食べました。チキン系の料理だったかな、なんかトルティーヤみたいなやつに包まれてるチキン系の料理を食べました。これも美味しかったです。そのご飯屋さんが上手の近くだったっていうこともあって、私これまで USJ 自体は何回も行ってるんですけど、実は上手乗ったの初めてで、
て乗ってきました。映画自体もちょっと見たことがなかったんですけど、とりあえずサメのやつってことだけは分かってて、で実際ね、その船みたいなのに乗って旅するんですね。そしたら、あ、これネタバレみたいになっちゃうけど言っていいのかな。聞きたくない人はスキップしてください。そしたらね、ちょっととある生物に遭遇してしまうんですけど、それをなんとか船長さんがやっつけてくれるかもしれないっていうアトラクションで、私は先頭の右端に乗ったんですけど、先頭の右端めっちゃ怖かったですあれ怖いとか思う人いるのかな。でもなんかやっぱり本当に巨大な怖い生物を目の前にしてめっちゃ怖かったですでも初めて乗ったんですけど、怖いけどそれも楽しかったです。まったりできるアトラクションの一つでもあるので、上手もいけてよかったです。あと、最後に結構もう夜だったかな、ジュラシックパークが本当に5分10分待ちとかだったので、ちょっと久々に乗ろうかなと思って乗ったんですけど、ジュラシックパークは割と後ろの方の左足に乗ったんですけど、私ジュラシックパークがあんなに濡れるというのを知らなくてですね。みんな知ってた？もうね、本当にジュラシックパーク乗った後、左端に乗ってたってのもあるんですけど、左半分がもうねびっしょびしょで、髪の毛とかも完全に絞れるぐらいだったし、服ももうびしょびしょ、もうびっくり。なんかもう途中までは本当に楽しい船の旅だったんですけど、最後ジェットコースター落ちていくときに水がねバシャンってかかるんですけど、本当に見事にしっかりかかってしまい、そのもう夜遅い時間だったってのもあったんですけど、あまりにびしょ濡れすぎたのでジュラシックパークを最後にして帰りました。いやー、まさかあんなに濡れるとは思ってなくて大変だったけど、それもね、ある種一つの思い出になってよかったですそしてこのタイミングで皆さんに紹介したい仲間がいるんです。
ですけど、見えましたか？じゃじゃーん。大きなサメちゃんがうちにやってきました。結構大きいんですけどね、もうはい、こんな感じでね、私と同じぐらいの大きさのサメちゃんがうちにやってきまして、これ USJ のミニゲームのところでゲットしました。いくらぐらいだっけ、多分1700円ぐらいでゲームができるんですね。で、これが取れたゲームが、そのコインを30枚ぐらい渡されるんですけど、そのコインをね投げて、お皿のプレートのね上に乗ったらこれがもらえるっていうゲームで、そのねお皿のプレートが結構滑りやすいというか、そのコインを投げて乗せるのが結構難しくて、でね、私はそういうの本当に下手でもうね、投げる系はとことんダメなんですけど、友達がね取ってくれたんです。本当に可愛いでね、くれたんです、このサメちゃんを。もうね、本当に嬉しくて嬉しくて、もう感謝でいっぱいなんですけど、いやーかわいい。これはね、最近の抱き枕です。ちょっと後ろに、今日はちょっと見えづらいんですけど、今このハリネズミ2匹のねハリコゲがアザラシの抱き枕の上に乗っているんですけど、その子とダブルで抱き枕が増えて、もう最近ね、こうやって抱き枕にしてサメちゃんと一緒に寝ています。ちょっと口が怖いんですけど、とってもいい子なので、はい、覚えてあげてください。名前はまだ特に決めてないです。サメちゃんって呼んでます。本当にいろいろ楽しめて満足です。食べ物系がね、チュロスぐらいかな。レストラン以外で食べたのは、チュロスもいろんな味が売ってるんですけど、私が食べたのは31のコラボしているポッピングシャワー味のアイスのクリームみたいなのがねチュロスについているやつと、あとチュロスにキャラメルポップコーンがくっついてるやつを食べました。どっちもめっちゃ美味しくて、まあね、友達2人でシェアしてたんですけど最高でした。食べ物系でもあんまり満喫はできなかったので、皆さんぜひおすすめの食べ物レストランとかあったら教えてくださ
次はね、ディズニーランドに行きたいなって思って。ディズニーはね、結構高校卒業するぐらいまでは年に違うか2年に1回ぐらい家族でずっと行ってたので、それぐらい大好きなんです。だから今年は冬のね、ディズニーに行けたら行こうと思ってるので、もし行ったらまたささやき雑談とかでね、お話ししようと思います。最近台風が話題になってますよね。皆さんは大丈夫でしたか？何か影響を受けたり対応に追われたりはしてないですか？本当にね、雨も風も強いから本当に危険で、結構警報とかも出てたから休校になったりとかも多かったのかな。学生のみんなどうですか？学校って普通にあったのかな？住んでる場所にもよるかもしれないけど、社会人のね、皆さんはそんなこと関係なくお仕事だと思うんですけど、私はね、火曜日は夜8時くらいかな、もう上司が今日は台風も言われてるし、どんどん雨風も強くなるからもうみんな帰ってっていう風に促しをしてくださって、はい、もう一番ね、その部内トップの上司がそう声をかけてくださったので、もう全員一斉に帰って、もう8時過ぎた頃にはね、8割ぐらいの人はもう帰ってました。私もその後すぐ帰ったんですけど、そして水曜日はもうほとんど在宅勤務皆さんしてました。上の人がね、在宅推奨っていう風に言っていて、もう極力本当に大事な会議とか何か出社しないとできない仕事じゃなかったら在宅してくださいということだったので、在宅勤務をしてました。でも実際めっちゃ晴れてて多分火曜日から水曜日にかけての夜中が一番すごかったのかな。物流関係の人とかはちょっとお仕事影響あったかもしれないですけど、私はもうすっかり寝てて、朝起きたら快晴になってて、でも一応みんな在宅をね推奨されてたので、お家で仕事をしていました。やっぱり学生時代とかはそういう
もちろん学校はねお休みだし、だけど親は、仕事でねお家にいないので、お家の一人時間を満喫できるんですよね。だから学生の時とかは本当にそういうのがね楽しくてワクワクしてましたね。社会人になるとね変わってしまうけど、そういうのも学生の時は楽しみの一つですよね。でもこういう台風とか、地震とかね、災害って本当にいつ起こるかわからないから、やっぱりそれに対する備えみたいなのは必要だと思っていて、で、私は今一人暮らしをねしてるんだけど、その防災用のグッズとか避難グッズとかが今ない状態で、この前ホームセンターに行って防災用のリュックみたいなのがね売ってるんですけど、それが7000円から8000円ぐらいってなっていて、いやさすがにちょっと高いかなと思って、それぐらい出すなら多分もっとね自分が本当にいると思うものを自分で個別に買って一つのリュックに入れといて、防災用のグッズみたいにした方がいいなと思いました。それっきりちょっとまだ結局買えてはいないんですけど、はい、なんとか直近で揃えようと思ってます。懐中電灯とかね、食料、お水とか簡易的な体を温めるものとか、ミニ扇風機とかね、そういうのは本当に大事だから、用意が必要だなと思いました。皆さんもね、いつ何が起こるかわからないから、ぜひ身の安全をね確保するために、自分を守るためにもね、そういうものはね用意しておくといいんじゃないでしょうか。少し話は変わるんですけど、最近もう夏がどんどん近づいてきて、まだ6月でね梅雨抜いているぐらいだと思うんですけど、もう夏は目の前かというほどの気温でね、あとね、もう湿気湿度が最近すごくて、部屋の中がねなんかジメジメしてたりして、だから、エアコンもだけど除湿とかね、乾燥機じゃない加湿器とか、そういうのもね必要だなと思いました。エアコンの冷房自体はもう私は5月の中旬ぐらいかなからつけてます。いやー、もう暑くて耐えれなくて、割と5月はね在宅勤務がもうほとんど
も節約しようっていうね思いで買ったんだけど、一つ難点があって、音がね大きいんです。エアコンはまあ静かじゃないですか、音がね。けどもその冷風機もうゆゆーっていう、ウィーンって音が本当に結構大きな音で鳴るので、寝るときとかね、本当に音がうるさすぎて睡眠の質を下げてしまうレベルで、もうちょっと本当にしばらく使ってないんですけど、まあね、日中とか、それこそ日中在宅勤務とかしてる時とか、まあ土日とかにちょっと今年の夏は使っていこうと思います。やっぱりエアコンと冷風機だと本当に電気代が全然違うので、今年はね、本当に在宅が増えるとともに電気代も高くなってしまうので、今年こそは活用しようと思ってます。私はこんな感じで結構ね、お仕事もプライベートも家でいることも多いですけど、やっぱりちょっと出るとなるとね、紫外線対策とかが大変になってくるから、一応いつも日傘と、日焼け止めと、あと手にするアームカバーと、あと最近サングラスを買いまして、はい、サングラスを買って、結構ねしっかりこの辺まで覆われるから目のね紫外線対策とかにもなるからいいなと思って買いました。やはり女性の皆さんは特にねそういうの気にしていると思うので、私も本当に毎日日焼け止めしっかり塗っても焼けないように頑張ってるので、大変だけどなんとか今年の夏も乗り切ろうと思ってます。今年の夏はね、やりたいこと2つあって、1つ目が花火を見ることです。毎年夏帰省するときに親とね一緒に花火大会を、地元の比較的小さなね花火大会に行って毎年花火を見ているので、今年もそれに行きたいなと思ってます。やっぱり夏といえば私の中では結構花火で、いつか長岡の花火大会とか行ってみたいなと思ってます。私がの琵琶湖の花火大会とかも行ったことがないので、いろんな花火大会ね見たいなって思ってるので、それが一つと、あと旅行ね、いろんなとこに旅行に行きたいと思ってます。海とかはね私は泳げないので、でも砂浜とか行って波の音聞くだけでもいいから、夏にしかできないことをねやっていこうと思ってます。皆さんもね程よく息抜きして普段の疲れをね工夫して
は少しでもね、何か癒しになったり元気を与えられるような動画になっていると嬉しいです。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、おやすみなさーい。